それやってる僕はさ、もうそれ当たり前になる。地物のものでやっぱ使うっていうのは本石だ。なるべく地物。なんかネタに仕事するとか、なんか一手間加えるっていう、それが好きで。It was all fantastic. Yeah, wonderful. 裏巻きの小肌のやつが金目鯛をバラダをかぶったやつだとかがすごい特徴的で印象に残る味でした。東京で食べてるけん非常に美味しかったです。本当に美味しいです。食べるだけじゃなくて喋るわけじゃないですか。大人の社交の場というかね。こういうのはだから銀座とかの高級寿司店のなかなかない一番贅沢な食べ方。高山駅東口を出てまっすぐ正面の横断歩道を渡ります。そのままタイル舗装の道をまっすぐ進みます。横断歩道を渡ると道幅が狭くなりますが、そのままこの駅前中央通りを直進します。左側にある横断歩道を渡ります。まだまだ直進。次の横断歩道は右側です。高山郵便局が見えます。横断歩道を渡ってさらに直進。再びタイル舗装の道になります。だんだんと辺りが観光地の趣になり、本町通り商店街のちょっと手前ぐらい、こちらのビルの1階にあるお寿司屋さんです。高山駅からは歩いて約10分。古い街並みはすぐそこです。独創的で高品質なお寿司で話題の寿司バーモンテフェリス。その一日を覗き見してみましょう。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。おはようございます。どうも、アジがとりあえずちっちゃいですか。はい、並で、はい、はい、すみません、ありがとうございます。今だから今ぐらい多分トラックで出てるんじゃないですか。あ、富山を。氷見漁港と高岡の11番かな。富山市内の多分寿司屋を回りながら。はいはいはい。で、神岡寄ってまたおしぼりマシーンとかあるじゃないですか、はい、電気の、はい、置く場所ないしずーっと温め続けなくても蒸し器なんで一回温めないとね。はいはい。確かに電気の無駄です。そうです。まあ店のコンセプト前も言ったけど別にさなんかまあ一応食品にはこだわって、まあ、天然もんっていうかね、そのケミカルを入れないっていうのが僕の一応コンセプトですけど、別にそこにこだわりまくってなんかそこを売りにしてとかまあまあそれはできそういうとこをね共感してくれる人には来てもらいたいけど別にそこだけで別に来てもらわなくてもいいっていうか、まあそういうよりはなんかここに来て楽しく食事するというか食べるだけじゃなくて結局喋るわけじゃないですかね、みんなではね、カウンターですしね。でそうそうそう、一緒に来た人ともそうやし、まあ、たまたまそこに出会った人とめちゃくちゃ話してで、まあ、楽しい時間を過ごしたので大人の社交の場というかね、なんかそういう店作りであってほしいんで、意外とまあこだわってはいるんだけど、まあそれやってる僕はさもうそれ当たり前になる。お米農家野口って書いてあるこれね入川ってとこで採れた、まあ、お米ね自然栽培米ってやつ
一応そう僕も田んぼをやってみるかということで勧められ、ここ5、6年かな岡山来てから、そう僕は入荷で家も買ってるんですね。古民家買って、まあ、自分で DIY してなんとかここ 2、3年で住めるようになって住んでるんですけど、まあ、その入荷の家の近くでまあ田んぼもあって野口さんに教わって2曜日までやってるかやってるか分かんないですけど一応やってると。そうだからね、まあこういうのも別に米作ってみたいと思ったことなかったんだけど、都会にいる頃はね、まあそういろんな人からいろんなこと言われてやってみるかで、じゃあやってみますでもなんか年々ね、やっぱ米作りもやっていくとやってないなりにやっぱ反省点が見つかってきて、あともうちょっと来年はここだけ攻めてやろうとかね、まあ田植えとか稲刈りに関してはダメなのでね、やっぱり要領よくやれるようになったり、管理の仕方とかね、1回しかやらないことやからね、人の人生何回あるかしないけどやれるの30年40年たった30回40回しかできないっていうから、農家って大変だなと思いましたし、でもなんか見てていいなとも思います。なんかああいうお日様が出ると同時にね、仕事して日が沈む頃には帰って夜はゆっくりみたいな、めっちゃ日が沈んでなんかもうね人が寝静まるぐらいになんか家帰んなきゃいけないみたいな、アコギな商売ですよ。いい商売だからまあでも選んじゃったからしょうがないあとはまあ僕はね、こうやってもう重さできっちり測って、目分量でこの水調整やんないっていうのが一応大体みんなだからこういうねメモリついてるんで、これメモリのとこでね合わせてやったりするんだけど、とかまあこういうふうにねやったりするけど、手の測り、それ毎日のことだと結局マニュアル化というか手っ取り早くやりたいと、正確にやりたいとこういうふうに測った方がいいに決まってるよと思って僕は測ってやってる。これねお米はね、これ今笹錦とコシヒカリのまあブレンドですかね。笹錦は割と寿司米っていうか、パラパラ気味でさっぱりです。コシヒカリはまあもち米との掛け合わせのやつで、ちょっと甘めのもちみたいな。新米は使わないで、まだこれ今のは多分一昨年のなんじゃないですか。今年取ったりとか去年取れたやつではないと思いますよ多分。特に寿司はあんまりぐちゃくなるようにはね、ちょっとパラッとして食べた時にほどけやすい方がいい。お米って大事ですからね。寿司の重さでいうとシャリの割合って結構大きいんで、そう、まあ、うちねこうやってこれでもう魚の焼いた骨でね、これ出汁はまあ一回取ってて、これ昨日取ってるんだけど、サバとかタイとかヒラメとかね、この水になってからは一応今のとこさっきの出汁をベースにだし巻きをやってると。これまた卵もこだわってっちゃこだわって上宝の今のところは平飼いのなんかね、あれ食べ物の裏側って調べると怖いけどホルモン注射打ったりだのなんかね成長促進剤の打ったりとか、遺伝子組み換えの餌だったり、遺伝子組み換えの餌もあるし、抗生物質がだから病気にならないように抗生物質打ったりとかそういうの多い。なるべく常温にしてからやんないと。このままちょっと常温に。これね、高山来て、これはまああったんだけど、これなんかは引き出しなんです。机の。木工多いでしょ、高山。それの多分引き出し使わない引き出しの端材で出てる。でもこれネタボコ使えるやん。これ多分切りかなんかなんですけど、これね昨日来たマグロで、本マグロなんで生で大きな塊できて、それをこの切り分けてね、これはメジマグロって富山の本マグロの子供。こういうのはちょっとあんまり脂ないもんなんだけど、
まあ一応天然近海本マグロのね、まあ値打ちがあります。これはうなぎでね、これ富山から取ってたけど、ちょっと大きめのうなぎで、愛知県の一色産のうなぎを、まあちょっとさばいてはもらってるんだけど、で僕が炭火焼きすると。炭火で。炭火でやっぱやらんと。これはね、アナゴで、まあ、一応富山の天然の魚をメインなんだけど、愛知県の南知多、室崎の地元、南知多の地元です。アナゴ。はい。これやってみます。はい、ありがとうございます。これも南知多のホットの物崎のこれね、平貝ハマグリ、ハマグリ要は煮ハマグリにした。まあそう、なんかね、寿司屋って結構簡単って思われるんだよね。はいはい。料理やってる人から見ると、料理やってない仕事さんのもっとそう思ってる。結局魚切って握ってだけじゃねえかみたいな話なんだけどさ、意外とその魚自体の種類多かったりするし、はい、魚ってさ、肉とかと違ってさ、下処理からまず入るから、肉に鱗ついてることないしさ、皮ついてることないじゃないですか。もう肉の塊になって売ってたり、まあ、せいぜい筋取り除くとかぐらいでしょ。で魚の場合はさ、まず鱗かいて内臓を取り出してきれいに洗って、そこから初めておろしてみたいなね、さらに皮引いてで食べれる状態になってくるので、結構なんか時間かかっちゃかかんないなんかね、はい、みんな簡単に思うかもしれないけど、まあ餅屋ってやつで、それはそれなりに仕込みがあるので、しじみのお味噌汁、はい、うちやってるもんで、しじみを三重県か宍道湖まで、こんなの錆鉄、錆びた鉄とか錆釘とか入れるとなんかより砂を吐いてくれるらしいです。まあこんだけでもね、なんか吐きおるんですけどね、お肌がね、一番青魚でめんどくさいじゃないですか。色かきから色かきしずりとかしっかり色をかかる。卵あったでしょ。はい。卵焼きの卵。はい。卵の要は養鶏場に、これの餌として揚げれるように取っとくと餌になるっていうもんです。ただ内臓はなんかダメらしい。内臓以外のちょっと食べれそうなところ、鶏のために取っといてます。こういう仕事、お肌の仕事も、まあ、さばき方もみんないろいろやし、塩の仕方がね、酢の回し方がみんな違う。この段階で綺麗にやっておくっていうのがなんかまた大事。本当に細かい鱗が多いですね。そう。まあややこしい魚ですよね。昔はね、こういうのが安かったから、よかったけど、今決して小肌なんか安くないからね。手間はかかるわ、高いわ。いいとこなしや。関西って意外と青魚とか言うけど、結構でも青魚嫌いな人も多くて、青魚って外してとか言われてましたけど、なんか高山君って逆に結構青魚好きな人も結構多くて、もっと青魚外してって言われたことないんじゃないですかね。なんだけど高山のお客さん結構この、まあ、サバコ肌、結構ね、まあ、アジアはまあみんな好きかもしれない、好きな人多いんですけど、まあそういった意味で近い仕事する中で。こういうのもなんかちっちゃい柳葉でずっとやってたんだけど、
今日はちょっと撮影なんで出刃でやってますけど、ああ、なるほど。出刃はちょっとやりやすいようなやりにくいような、やっぱ重たいもんで小回り効かんもんで、はいはいは刃が分厚いでしょこれ。なんそうですねちょっとやりにくいとこもあるんですけど、その代わりまあこの重さでこう消えていくみたいなのもあるんで、い。はいはいはい。本当は出刃でやるんですけどね。あ、そういうもんなんですね。ただ自分で商売というか自分で一人で仕事し始めるとなんか自分でやりやすいようにやっていくもんで、別に綺麗にさばけたらいいじゃんかみたいになって。よいしょ。結構ね、関西はこの抜き板を使うんですよ。抜き板って言うんですけど、これにふわっとこのここに塩するんだけど、どっから塩出てるのかよくない。で、これをこうやって混ぜ上げていく。まあ多少ね大小あるけど、まあ今日はそんなにブレてないんで、まあほぼ一緒の時間で開けますけど。いつもより多めに振りかけてます。これはね、一回ね、おろした後、ちょっと塩して、で、例のあれですよ、藁で炙って、うちで採れたお米、僕自身はそういうこと手で飼ってるんで、なんぼでも藁が手に入る。それを取っといて。こういう、まあ、カツオとか、今はもうカツオ取れないですけど、カツオとかこういう炙るときにちょっと使うんですよ。まあ、藁で炙ると何でも美味しくなっちゃう説があって、でなんかまたやっぱ天然じゃない自然栽培の藁はやっぱいいらしいですよ。なんか萌えがああいう観光栽培のやつより、やっぱ自然に育ってるんで、やっぱりなんかいいんですかね。なんかで塩した後にちょっとそれで炙って、藁で皮目だけちょっと炙って、それをね、このちょっと漬けというか、醤油ベースのタレの中にちょっと漬けてマリネして、炙りの漬けというか、べっこう漬けって言ったりするのかな。なんかいろいろ言い方はあるんですけど、この塩はそれこそ新潟の村上の塩を買ってて、今高くなっちゃったけどね、1キロ2000円超えになっちゃってるけど、そういうのを使ってます。でこれ一回焼き塩って言っているんですよ、鍋でね。なんでこんなパラパラになってるんですか。これはちょっと薄めにさって感じです。
全然食欲をそそらんよね。そうですね、このさばいているのは。しかもこれなんか砂、まあもちろんこれ砂地に浅瀬のとこに泥の中、まあ泥っていうか中にいるんですよ。はい。なんでこの中には泥を噛んでたりするし、なんかああいう普通の貝とはまたちょっと違う感じで、こういうのが高くなりました本当ね。1個も普通に5、600円なんか当たり前ですよ。まあ7、800円1000円しますから原価でですよ。はいはい。こういうのも普段はもう柳でさばいてるから柳とかいいやああ、はいはい。つ。いつもより丁寧にやってますいやでもそういう二分割なんですね。大体全部こうに開く、貝は全部開く。魚って鱗があるから鱗で守られてるからいいけど、こういうまあタコイカとかこういうのも全部そのまんま海水に使ってるわけだから、なんか多分身を守るためにぬめりが鱗代わりになってるのかな。なんで結構ねぬめりがあるもんで、こういうとこは毛が生えてくるんですよ。貝類結構こういうのが来て、まあ結局こういうなんか寿司屋の仕事のほとんどだとなんか臭みを取るとかそういう作業かもしれないです。あんまり抜きすぎるのもなんか多分味気ないというかそのものじゃなくなってくるんだけど、でも抜かないとね、山菜とかもそうじゃないですかね。抜きすぎると食べやすくはなるけど苦味とかね、あれあってこそのやっぱ山菜だしあるもんね。お肌の場合ちょっとデリケートなんで、最後やっぱ氷水でちょっと、まあ臭み抜き兼、はい、そう、ちょっと臭み抜き兼、ちょっと塩抜き兼みたいな。富山がね、なんか何でも昆布締め文化なんですよ。そういうのもあって、ちょっと昆布締め推しじゃないですけど。イカとかもね、昆布締めにしたいけど、ブリとかも昆布締めで売ってますからね、富山ね。なんでちょっと何でも昆布締めシリーズで、その発想でちょっと後半もちょっと昆布締めしいんですけど。またすごい昆布ですね。これはね、真昆布。真昆布はこういう幅広いもの、昆布巻き用の昆布ですね。割と使い勝手がいい。昆布締め用にはこれがいいですけど、これはちょっと身だけ当てる感じですかね。あんまりその皮も当てるわけじゃなくて、身の方だけちょっと当ててって感じです。1時間ぐらいかな、当てて。あ、そんなもんなんですね。そのガチガチの昆布締めにはしない。こんなの僕は適当にやってるだけですよ。全然こんなのは教わった仕事じゃなくて僕は適当にやってる仕事なんで、まあ一応進化じゃないけど、まあ工夫というかね、まあ習った仕事からちょっと自分なりに派生した仕事があるんですかね。寿司自体はトラディショナルなね、はい。ものなんで、そんなにこの仕事としては新しい仕事でも踏み入れてみたいなことはないので、まあちょっと小技ですよね。これにはどういった効果が？やらないと確か皮がめくりやすかったと思います。僕ら大したことやってるわけじゃないんだけど、ちょっとしたこのコツというか、工夫というか
なんか僕らの時は結局仕事って教えてくんないですよね、言葉でちゃんとあんまり見て覚えるじゃないですけど、なんでも。でもね、理屈抜きでまずはやってみたら大事ですから、理屈はごたごた考えない後からでいいと思う。とりあえず同じことやる、それ大事かもしれない。ちょっと石を貸してやる。これがね、わらです。なんか藁だとね、なんかこの綺麗に火が入るけど、全体的にコンロの上とかでやるとね、やっぱなんかちょっと焦げると焦げだったりとか、火入ってないとかいろいろあるんだけど、ちょっと煙をまぶしながら、キンメはね、皮が薄いんでそんなに別にがっちり火を入れるっていうのはあんまり必要じゃないかもしれない。なるほど。本当に軽くなんですね。クズをちょっと閉じて、クズで止めてるっていうか、チャンスに出してのね、流れを。こういう火加減もだから、まあちょっと僕は中火ぐらいいってるけど、弱火っていう人もおるし、まあ結構ガンガン強火でもいいんですよ。その代わりこれで調整できるかな。これ多分卵の色が白いでしょ。はい。これがだから本来の卵の色なんですよ。黄身がね、レモン色なんですよ。本当の卵っていうのが自然の卵。なんか白身っぽいね。慣れてない方にはちょっと不思議な色かもしれないですけどね。だからよく聞かれます。なんでそんな白いのみたいな。で白身を多くして終わりじゃなくて、黄身が白いんですよ。まあ僕は適当なんで大体四角になってるけど。はい、できました。23歳の時に初めて49なので、だから寿司や歴でいうともう25年ぐらいになるのかな。そのうちの高山来て、まあ、8年9年、まあ、大体15、6年かな勤めに行ってたんですけど、まあのんびりや修行してたんで、コナルで結局何年だろうな、まあ7、8年いたのかな、7年いたんだ。まああれはあれでね、なんか勉強になりましたよね。なんかね、一人で店やるっていうコンセプトで、ここね、それこそコロナになる前からもうあそこはデコナルに出たいなと思ってて、いいとこないかなみたいな話はずっとしてて、物件が出てきたって感じかな。まあだからこういうの出会いも縁ですよね。半年ぐらい結局休んでて、でこの店も結局 DIY とかしてたのに余計遅れたんだけどね、こういう壁塗ったりとか、はい、こういう床やったりとかね、まあ、このカウンター作ってもらったんだけど、あとはタイル貼ったりとかも自分でやるときやったのかな。そうそうそう、壁紙でそのウィリアム・モリスというイギリスのデザイナーなのかな。
それもね、古民家にあった多分天井材ですかね、なんかね、わかんないですけど、使えそうだと思うんですけど、欲しいだけ使ってました。これはまかない用。まかないですね。普段こんなことしませんよ。自分のために火したね、仕出しだと食べないですけど。まあ、寿司屋あるあるですけど、こういうのなんかもうバランチ足が一番、魚の切れっ端で作っちゃう。切れっ端でもないのちょっと豪華に。でももったいないもったいないでね、なんか取っといて腐るよりまあ食べた方がいいですよね。でもなんか食べるのまあ勉強っちゃ勉強なんですけど、はい。ね、今この時期の魚はこんな感じかとかね。ニューカーのわさびだからね。あ、ニューカーなんですか。ニューカーの平湯の方のもうこれ最後のわさび。こういうのもわさびなんかもね、こんな天然の山わさびがなかなか流通しないから、はい、まあ貴重ですよ。11月12月ぐらいかな、つけるのね。養殖じゃないんでひょろひょろでちっちゃいんですけど、あ、天然なんです。天然なんで、まあ結構粘りがあって、まあ、香りもいいから、やっぱえぐみとか変なえぐみが少ないですよね。これがその山わさびで、よくね、なんか綺麗に皮取ってる人いるけど、本当は皮と身の間にこの香りとかいろいろうまみとかあるんで、あんまり取りすぎない。でまあこういう天然のがない時期はほとんどなんだけど、ある時期は2ヶ月ぐらいしかないのでね、ない時期はこの辺はまあ安曇野近いんで、松本とかあっちの方の養殖のわさび、はい、あと昼賀の高原のあの辺ですよね。あの辺でね、ちょっと半天然ぐらいな感じでやってる人がいて、あ、そうなんですね。どっちかというとこういうのに近いわさびを作ってる人がいるので、そこから取ったりしてるんですね。こだわってるというか、まあね、でも地物のものでやっぱり使うっていうのがコンセプトなんで、はい、なるべく地物、その時季節にあるものね。こういうのはだから銀座とかのああいう高級寿司店でもなかなかないみたいな、そうですね。山わさび使えるところでね、こういうのも隣のおっちゃんがくれたり、まあ、自分の畑でも取れたりするのを使ったけど、自分の畑のはちょっとあんまり数取れなかったんですぐ終わっちゃいましたけど、まあ、よくや熟成なんだけど、ただ一気に使えないもんでちびちびとるし、これが中落ち。はい。まかないに入れちゃいましょう。そうこってる間のね、さっきの小肌は大体1時間ぐらい。なんか背中合わせて背中のこの青の光を残すとか、これ富山の、まあ、朝どれの甘いね。そうそうそう。はい。
ちょっとちっちゃいね今日は味ね。イカシのヒラメと、まあ、入ったうちの、まあ、2、3割取るだけで最初ポケットのね、まあ、全部これ一応握られるというか、まあ、自然に優しいenvironmentally friendly fishery って感じでね。なるほど。ちゃんとごめんなさい。閉めました今。はい。中骨の神経を壊すと、はいはい。こういうのはスキウロコってやつ。こういうのはちょっと和包丁じゃやりにくいかもしれないですけど、スキウロコってなんかこの、そうですね、こういうヒラメとか、なんだクエじゃないけどね、ああいう系のアラッチですかね、ああいう系の魚は割とこういうスキウロコ、別に金田足でやってもいいんですけど、鱗は残ったりするし、なんでアマダイなんかもそうですけど、はい、こういう綺麗な仕事みたいなこれスキウロコ、ちっちゃめのヒラメとか皮も薄くなるんで、なんか破れのね、身の方に包丁いっちゃったり、ヒラメちょっとやりにくい方ですね、スキウロコ。ブリとか割とやりやすいですけどね、ブリとかみたいにすごいスキウロコ、力抜いて大きくストロークというかやるというか、何でもそうなんですけど、できるようになってしまえば別になんてことないんだけどできるようになるまで結構なんか難しいというか、こういうのは本当は出刃で下ろさなきゃいけないところないけど下ろすのは基本なんだけど、これ牛刀、しなるじゃないですか。なんでなんか、ちょっとやりやすいような気がするんだけど、まあ道具は使いようなんで、全然出刃でもバシバシ下ろせるんだけど。中骨は少ないですよね。そうなんでいわゆるブロマリがいい魚のうちの一つ。魚ちょっと細めやし、頭ちっちゃいじゃないですかね。タイみたいにでかくないんで、小顔なんで。し、この身が薄めなんで、この
の身が分厚くない、分厚さがね少ないんでネタとして切りやすいんですよ。なんでなんか多分関東の人は割とねこのラーメンを白身魚使うみたいな。じゃあアジをこれは割と金田足で鱗を軽くこの辺に取ってでもう一回包丁でうろつかとりあえず高山なんで、まあ、山つけていいかな。山マウンテンね、スペイン語だとモンテン、ペリスは幸せというのがいいかな。ポケモンでペリスで幸せ山。なんか寿司もさ、ああいう魚辺にうまいっていう字とかね、いかつくなるんで寿司バーにした方がいいかな、そういう感じだったかな。今日はちっちゃいんで手で持った方が楽なんでやりますけど、大きいとまあ下に置いてやったり見割れもしがちやからね、なんか骨抜きは一番地味な作業やな。そうですね、これ。でも骨あるとね、万が一でも、寿司にこれは事件じゃないですけど、そうですね。ダブルチェックトリプルチェックで抜いた後もう一回調べてね、しまう時もう一回調べて、寿司にネタ切りつける時にもう一回チェックすると、まあ、最後握ってる時にこういう手に触ったりもしますからね。はいはい。あれ硬いなみたいな。尺塩って言うんですよ。尺塩。一尺の尺。30センチぐらい上から切りかける。ちょっとこのなんか表面にこのなんか水分出てくるじゃないですか、ね。はい。身がキュッと締まるじゃない。何でも最後氷水やらんと。やっぱり生ものは氷大事なんだなって今ちょうど思ったところでしたね。やっぱまあ温度っていうかね、逆に食べるときはあんまり冷たいところ美味しさって分かんない味ってね。なんで食べるとき、寿司にするときはちょっと冷蔵庫が大事、ちょっと置いとかないとなんかダメなんですよ。今シャリがパッチッと上がったんで、ちょっとこれは、まあ、今日多分出ないんで、明日ということになるので、ここにちょっと当ててしまっとくと、ちょっとなんか臭みが薄れるような気がして、ちょっと軽く昆布締めにこれもねしてます。
チャリズね、被災地浄土、千葉県の、これ純米酢やね。こっちが赤酢なんやね。江戸前。これがその中間みたいな感じ。でこの3つを混ぜて、あと砂糖と塩。まあ、まずびしゃびしゃにも濡らしとくと思う。火に水分含ましておく感じですよね。大きいめんまいになるんですよ、これ。これもね、いろんなやり方あるんですよ。でも僕は本当にこれ一番最初の親方から教わってやり方をもうこの20年でここだけ一番ブレてないかもしれないです。他の仕事はね、いろんな師匠に出会って、あ、こっちの師匠の方がいいわとか言ってバージョンアップしていくんですけど、この仕事だけはバージョン変わってないです。ずっとこのやり方で、あんまりこのやり方やってる人いないんですよ。あ、そうなんですね。蒸らすことでね、多分ね、酢が回るんですよね。この中でこもって、結構この水蒸気が熱いじゃないですか。この水蒸気によって多分酢がきれいに回るような気がします。この辺は気がするしか言えないですけど。でここからもう本当に切るってやつですよ。シャリを切るっていう作業。ここはだから割と丁寧に。赤酢だから余計この中に混ざってる混ざってないからよく見えるじゃないですかね。ちょっと白いでしょ。これだからよくほぐすみたいな感じですよね。寿司屋はね、割と包丁とかやなきゃいけない商売なんで、寿司屋はね、魚切るのが仕事のだいぶ重要な一部なんで、切れんと話にならんので、しかもね、お客さんの目の前で切ってるので、調理人の中で一番包丁研ぐジャンルじゃないですかね。これ指で確認もね、大体やっていくと、見ただけで大体分かります、ね。面直してる作業ちゃんと直しとかない、まっすぐに直しとかんと、これへこんだ砥石の上じゃ綺麗に研げないですよ、これ面直しのこういう道具があるんですよ。ダイヤモンドかなんかがこれなんか入ってます。はい、お取りしてきます。はい、ありがとうございます。どうも。なんか有松絞りっていう染め物屋さんかな、そういうのなんか何が正解か分からないけど、一応これに伝える。こ
客さんの目の前でネタ切るって一応パフォーマンス作ってあんまり準備しすぎるのもあれかなと思って、本当はこれも皮むいとくやん、すぐ忘れる。アジはね、小肌はそのまま皮ごといけんだけど、これは、まあ、サバとかアジとか皮もかんないんですよ。どうぞ。すみません、ちょっとなんか今日 YouTube 撮影中で。そうなんです。すみません。あ、確かにそうだ。なんかお嫌いの方は教えてください。最初の回し物ですか。そうです。いらっしゃいませ。Welcome. At the corner. Yes, that's fine. Zero to like speaker. Drink. アメリカの天然わさびのサイズの去年のやつめっちゃフレッシュだけじゃないですか。それはやっぱりまるっきり生じゃないし、やっぱ湿らかったりするから。意外とこの生臭いっていうかちょっとね臭みあるのが似てるんだ。また美味しい。いやー違うでしょ。それはやっぱり握る人の腕がさ、臭いを消してくれるから。昆布締めにしてるんでね、なんか割と余計と食べやすくはね。そう住んでる民家です。千光寺の元でございます。ありがとうございます。で一緒に田植えしたりとか一つ彼女は。なんで唐揚げはもう高級唐揚げとか。はい。ありがとうございます。美味しそう、いただきます。スクイッド。ヤフオクで買ったんですよ。京都と大阪の。大阪がすごい高いですからね。でも結局まあ割れないからね。いいですよ、そうですよね。そうですよね。味が出てくるし。いいよね、これ一緒だと。Yeah, hi. Arigato. Arigato. 釣りたくない。地元の人や。ちょっとお米もそういうあれ壁やったりね、寝返りしたりやってる。もんで。ちょっとってみんなもんでですよ。もんでなんですね。富山とかあっちの方も使うのかな。使うよ。津山で。津山でな。はい、これ金目鯛の、わらび、アップってその去年取れたわらび、肌干しするってもう。やばいやばい。ちゃんと入れなかったかもしれないよ。予約がいっぱい。予約がいっぱいで。いやでも本当に噛み合いだったよね、今日に関して。もう一店舗候補があったから。赤月横に行こうとしました。同じ料理するの大変だ。そうね。でもまあちっちゃいのはちっちゃいからね。まあ美味しいですけどね。美味しい。島。アジ。ビールのビールの Bigger than normal. ゆっくりね。
口がいいかもしれない。茶碗蒸しだ。一人でいらっしゃるんですか？これはね、サワラ。サワラ。はい。こちらだから煮切り醤油っていうのと、煮切りっていうのは煮切るっていうのは、酒とみりんを煮切ってるって感じですかね。それにたまり醤油と普通の濃い口醤油と入れてるって感じです。濃厚な味。このね真ん中のやつはね、薄口醤油をベースに酒みりんに薄口醤油入れる感じで、まあ、これ関西、僕修行関西なんで、こういう青魚とかさっきの昆布締めとかをやるのに使う煮返しって言いました。まあなんかこういう色が薄いんで、これ青魚のこの背中の青が汚れないというか、この醤油みたいにならないっていうので、一応昆布締めとか青魚は割と予約の、はい、じゃあすみません、ここでいいですか？請求したみたいな。甘酢漬けです。甘酢漬け。ありがとうございます。乾杯。いいですよ。どこでも登場した。じゃあ登場して。ヒラメの昆布締めです。そのまま俺の心はフォローしたさっきインスタフォローして、うちのですか？そうです。ありがとうございます。待ってください、その焦らすなよ。怖いの食べるの。怖い食べるの。ああ、なんかね、そう言われると。座敷の畳がツルツルなの。マジで。コラーゲンで。角章さんにこれって言われたのかわいい。でもあんなご飯買えない見たことない。美味しい。すだちです。すだちが一番まあ効きますね。青すだちとか。黄色くなっちゃったやつやっぱちょっと甘くなる。甘みが出ちゃってダメだよね。むっちゃ来たもんな。間違えて送りましたね。満席になったね。なりましたね。ナイスですね。絵になりますよね。絵になります。女性がどうしようかな。これね、諸崎の南知多の諸崎の違います天ね。然車エビ。富山はね、あんまりこういう浅瀬のエビが取れないので、夏場にちょっとだけあるので、あんまり多分取る人がいないので、ちょっと回ってこないですね。勝利点について俺が持ってもあんな風にルミックスも珍しいです
ですか？みんな大体ソニーか。な、スイートソイソース。茶碗蒸し。俺さ、会社辞める時にさ、その都会を離れるんで、そうですよね。ちょっと心細くなるの分かる。最初初めて高いの。すごい演歌が似合う感じ。ゲラ音声でちょっとホッとするんだけど、またあそこから高山の間にショックを受けて、これ映してください。飛行機で何かこさせるんですよ。なかなかなんだろう。いろいろ言ってて。そうバッテラ昆布、白板昆布、とろろ昆布作った後の副産物っていうか、昆布の中心部分というか芯の部分が芯の香り覗き見高山チャンネル登録しました。ありがとうございます。まだ始まったばっかりで、非常に嬉しいです。ありがとうござい平貝です。ホタテもちょっとちっちゃいです。にあの一緒くれ。あとねちゃんと一緒くれ。だからうちのチームの後輩になります。萩原君でしたね。さっきの金8倍率が。でこれ8倍っていうのは好きな人見るだけだったらいいんですけど、全体の流れ見るとちょっと多いですね。すごい真っ白。すごいですね。あれですね、日頃からちゃんと準備しとか。そういうことなんです。これね、マグロの本マグロの子供。耐えられるこの笑いにはいけない。やっていけないとあれはある。ちなみに普段こんなに塩さん笑いません。日本酒も一つお願いします。お寿司になってからでいいですか。場合によってはカメラマンさんでも結構です。こっちが平ら笑いでいく。そうですね。昨日の余裕。中華Relax the musical. ハワイは割と下もしてる。今朝の日々の。It's very sweet. まあ、答える。答えるが甘い。ありがとうございます。そう、さっきのメジマグロ、本マグロの子供。これは背中のところですね、背中。天然近海本マグロの。もっちり。はい。もっちりもっちり。メジマグロ、本マグロの子供です。
聞かないですね。そうですよね。ありがとうございます。いただきます。うなぎ。一応炭火したやつを白焼きにしてちょっと蒸し器でパッとさしてからもう一回炙って仕上げる。はいはい。まあ、塩とわさびとすだち。岡山では見られる。ちょこちょこあってうなぎ屋さんってやっぱなんかそれこそ夏だけの感じになっちゃってなんかね夏以外みたいな寿司屋以上になんか絶滅危惧種ですね。親子でお酒やったという逸話がありましたが、それと一緒かと。巨大そうです。リアルにやってどんどん出てくるから。シェアの精神。寿司屋はね任侠に好かれる商売なんででもその時に言葉って大事だなと思ったんですけど、これ一杯のかけそばって話を僕嫁から聞いたんですよ。一杯のかけそば的な話あんた好きよねって言われて。しめ鯖。それ常連メニューなんですね。また待って座っても出てくる。みんなが暑いんで気をつけてください。肌が綺麗です。そう。まあでもねこういう手が覚えてるってやつで思い出して歌ってますね。また来たい。これ翔さんすっぽんで自分でバラしますよ。もちろんですよね。ちょっと摂取するのちょっと嫌なんですけど。いいよ。うなぎ。うなぎ。そこ金どうだけ。やっぱスタビライズ。これが怖いところなんですよね。全部つながるもんね。そうなんですね。本当は甘だれなんですけど。これなんか赤字と合うなって感じ。あ、そうですよね。まあ10回未満で。数が減って声変わりましたよね。これももらうか面白いです。3になるとないやつですいいのはもらうか肩腹だけで最初で近いところで小学校は家行く。僕の中でもね。そうですね。そうですね。ちょうど立て替わったぐらいでスキー担いでいったとか。見ましたよ。帰りは家まで帰って。そうすべて今令和の時代がすごい。お塩ついてます。道具だけは。高出たりない。あんま硬くないね。ああ。でしょうね。いい仕事してるねみたいな、なんかそういうのを。センサー降りました。
ありがとうございます。ご賞味をします。上高田の卵ですか。卵、平飼い卵。くずを溶いてちょっと巻いてるんで、ちょっとプリッとする感じなんですよね。これブルです。これですね。 3回ぐらい。エビスの上にね、毎日のように行ってて。サウナ結構うるさいからな。喋れないな。サウナの主とかって言いますよ。サウナの主って言ってる。暑いのですね。だからあれでしょ、サウナの主の席を選んでくれるので。川サウナがやたら流行ってる。あ、そうなんですか。今一人用なんじゃないですか。そうテントサウナ。欲しいとか言って。いやいや、本当家つけたいもん。僕も家に作ろうかなと思って、サウナね。3、400万ぐらいで作るらしいんですよ。あれで一回ちょっとしんどいから。実は寿司の美味しさは結構シャリが左右してるかも。赤酢です。赤酢やし、このお米はその入荷の床の米。作られてるんですよ、はい、自然栽培米でね。スタイル系の。フリースタイル。山スタイル系の。はい。いろんな食感を通しての。結果巻き。はい。どうもありがとうございます。そうさっきの目地のとこといやでも本当に美味しいな。赤身すごいさっぱりしてて。海苔はね、南下の諸崎から南下の海苔を使ってます。それが富山経由で入ってきます。富山の海苔というか乾物屋さんから仕入れてます。パリッとしてる。入荷する感じで。あんまり。多分ダメです。人がたくさんいる時にずっと難しいので、見ないときにお願いします。しじみのお味噌汁。味噌は自家製。例のそうですね。長野の松本にある大久保醸造赤味噌とあ、混ぜてるんですか。ああ、自家製のと。自家製の米麹味噌と赤味噌を混ぜてます。お肌とかお好きですか？大丈夫ですよ。いっぱい買いすぎてちょっと熟成して味が変わって今の時代は放射熱にしても溶けらかにしても販売するだけの育てからあるんですが手術をってるので京都の方もなんでそこをしっかり話していけばストーリーで。今のこのタイが裏巻きで物語のストーリーで20分前に同じ話してる。全然大事なものはそれでも小袖巻きというでいい意味での言うとね、なんかこれで行列ができるから、名物になって行列ができるからと思ったら全然池にかかる8つの板を意味した八つ橋だとかいろいろ諸説はあって
まあ、結局こじつけであれからもう日本の時計こういう時にはその2回使用。こまた時計を持っていかれちゃダメってことでまたれは長箱用の継続作ったりとかしたんですけど、やっぱ昔の箱、長い箱とちっちゃい箱ってあって、世界の時計長箱用の販売量の線が宮田とかも宮田もムーブメントとか作ってましたね。魅力は結局コースですよね。結局あれはもう成功の子会社みたいなもう全部機械で作って機械で安くて、1000円2000円の時計から5000円ぐらいのね。鎌倉にひどって思ったのが名所から名所の間すごい冬の寒い時にちょっと無理を作って神社でにハマる。実際か。あ、これ。何買ってきたかって言ったら鍋つかみを2つ買ってきてそうこうやって手袋で小峰さんって方ちょっと変わった方でコスパもいい。自力車の線買って声のかけ方がゆべし。うちのおばさんが宮崎に住んでまして、そこのまあ都城です。都城。なんか宮崎でこれ海苔巻いて出したりとか。あ、そうなんです。ちょっとお茶受けとかも私酒のちょっと。そうですね。ごちそうさまでした。ちょっと予想外のものがいろいろ出てきて、特に裏巻きの小肌のやつだとか、あと金目鯛をわらがを炙ったやつだとかがすごい特徴的で印象に残る味でした。美味しかったです。お話を聞かせていただいてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。Wonderful. Oishi. I think the trigger belly, but it was all fantastic. Yeah, wonderful. Beautiful. I love Takayama. ありがとうございます。ありがとうございます。でダブルでね。あれかみたいな。はい。つながって。千葉に帰りようが。小僧なのか大リンゴを最後まで試食。本当ですかじゃあ
ったです。東京で食べてる気がして。なんかお寿司にこんなに時間かけて食べたの初めてです。今度来たらもっと話ができそうで。ありがとうございます。Thank you. Merci. Merci beaucoup. Good, oishi. Oishi. Japan, more than 10 times. Oh, Yes, really? But first time come here. Just Google Map. Yes, Google Map. Because today is her birthday, so I find some from Thank you. the roll with ginger and the leaf and the rice and That's the one that you have tried. Please come back to Takayama で。yeah, definitely. Bye. Bye. またね、ありがとう。バイバイバイ。お寿司屋さん多いのってネタいいですよとかっていうのはあるけど、なんかネタに1個仕事するとか、なんか一手間加えるっていう、それが好きで、お寿司って僕毎日食べれるものだと、他の料理と違ってそうなんか本当ね、なんか寿司って割と完璧に整えられた考えられた、このよくゴミっていうじゃないですか、ゴミ5つの味ね、甘い、辛い、酸っぱい、苦い、うまみのね、その要素全部入ってるんだよね。まあシャリ酢にももちろん入ってるし、醤油の辛いも入ってるし、魚のうまみとね、でわさびのちょっと苦みも入ってる、その相乗効果で、よく日本人で口の中で咀嚼しながら混ぜて食べるっていうじゃないですか。だからもうそのね、おかず食べてご飯食べてっていうのを一つにギュッとまとめてね、完璧にしかないってことで、一番贅沢な食べ方ですね、生で食べるっていう。特にだからそういった意味で高山ってやっぱいい食材入るっていうことがいいです。すげえアドバンテージがあります。はい。消灯お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。さあ終わりました。ちょっと片付けて帰りましょう。